Right guys, this is a Japanese let's play video of Pentiment. よし。お、あの書き置きが頭から離れない。死んだ少女と共にいた無実の者。一体どういう意味なんだ？誰が書いたんだ？そうは言いましてもね。夕食を共にする人を見つけなければならない。町のほとんどの一家は歓迎してくれている。レディー・サロメアも、来修道院のゲストハウスに到着したら話をしたがるかもしれない。あるいは森にいるスモーキーを訪ねてもいいかもしれない。忍び込むことはできないのかな？こっちはいけないね。ほぼ入れない。聖堂は、いっぱい人がいる。ベルトルート。ほら、マルガレーチさん。ああ、そうだ、シスター。ピール修道士は本当に男爵を殺したと思う？もちろん殺してないさ。そう思うのかい？よくわからないわ。大修道院長は、悪魔は時に人の中に入り込み、かな。ピール修道士に悪魔が入り込んだとは思えないけどね。ゲルノット神父が恐怖を正当化するために使ってる言い訳だ。まあ悪魔が入り込んだとは思えないね。ここキアサウに悪魔が現れることはあると思う？ああ、多分、なんでだ？いや、人は自分が見たいと思ったところに悪魔を見るものだと思う。こちらにしましょう。悪魔の姿こそ見てないけど、匂いを嗅いだような気がするの。なんでしょう。昨夜、夜半歌の前に目が覚めたんだけど、寮の中で何か匂いがしたの。ほうほう。妙な匂いだったわ。苔と異様に、乳香とバラが混ざったような。どういう匂いかちょっと想像がつかないですけど、その匂いは部屋の中を移動していたわ。叫びたかったけど、あまりに恐ろしすぎて、そうしているうちに消えてしまった。わー。移動していたってことは、何者かの匂いってことですかね。マルガレーテさん何もなくてよかったね。叫べなかった自分が情けないけど、どうすればいいのかわからなかった。いえいえ、あなたが無事でよかったですよ。俺でもそうなってたと思うよ、シスター。他のシスターもその匂いを嗅いだとか。こっちにしようかな。少し気が楽になるわ。ありがとう。ありがとう、シスターマルガレーテ。亀のご加護。マルガレーテさんは目が見えないけど、その分、鼻は敏感とかそんなことないのかな。他には特に何もなさそうですね。小修道院長はもうお話聞いたからもういいかな。こっちは入れないと思いますし。とも入れないと思うけど。そうだね。さて。ご飯を食べる前に、ゲストハウスを入れるようになったかな？お、いけるね。フェルシェンを撫でる。ワンちゃんかな？まあ、尻尾振ってる。かわいい。
あ、なんだ。実績が取れた。こちらさんは話せない。お料理中かな？あ、こちらは、レディー・サロメア。ああ、マスター・マーラー。私のテーブルで夕食をご一緒にするのはいかがですか？お、ありがたいお誘いですね。亡き夫についてお話ししたいと思うのですが。これが男爵の妻かな？もちろんですとも、ぜひ案内してください。ああ、申し訳ございません。他に約束がありますので。もう案内してもらおう。ありがとう。さあどうぞお座りください。主よ、我らを祝福したまえ。我々が今からいただく主からの恵みを祝福したまえ。主よ、キリストの女を通して、アーメン。アーメン。男爵がいらっしゃらない今、ここには私の居場所はないと思っているのです。なんか、その前に、このご飯ですけど、だいぶ豪華じゃないですか？これまでに見たことないものがいっぱい並んでる。マスター・マーラー、私と食事をご一緒してくださってありがとう。はて、アンドレアスは、面識あるのかな？なんで知ってるんだろう。もちろんです。至極光栄です。こんなに早くご到着とは、近くに滞在していらっしゃったんですね。男爵の身に起こったことは、とてもひどい出来事でした。正直に申しますと、あなたが私と話したいとおっしゃったことに驚いています。まあ、せっかくだから、この論理的思考のついてる、これにしましょう。あなたは観察力に優れた方ですわ、マスター・マーラー。確かに、主人が大修道院に訪れている間、私はインスブルックに滞在していました。インスブルックってどこだろう？お、食べるもの。じゃあ、うずら。これうずらなの？むしゃりと言ったね、足から。ボルムスの自宅に戻る前に、山岳の街を巡るつもりだったのですが、そうね、もう帰ることになるわね。ご婦人、この度のことをお悔やみ申し上げます。しかし、望み通りにはいきませんでした。何も言わない。お悔やみ申し上げます。この悲しみは、ほんの序章に過ぎないのではないかしら。あら、なんで？マスター・マーラー、ご結婚は？なんだ急に。イルンベルクに相手がいるんです。ここで仕事が終われば結婚する予定ですよ。いいえ、正直申しますと、前途多難だと思っています。言い名付けがいるんですよ。結婚の責任を楽しみにしてはいないのですか、マスター・マーラー。あれ、なんか、不服そうに聞こえました？ロレンツがあなたとすぐに打ち解けられたのはごく自然なことだったのかもしれませんね。どういうことでしょう？主人はあなたの中に自分と同じ何かを見つけたのだと思います。ああ、まあ、なんでしょう。そんな言いよどむようなことですか？主人はピンもあなたにお渡ししていたようですわね。よほど気に入られていたのでしょう。ピン。あれかな？ブローチのことを言っているのかな？つまりあなたは彼の不定をご存知だったということでしょうか？彼のような末路とは無縁でいたいです。こっちでしょうね。この言いにくそうな感じと、なんとなく、言いよどんでる感じからすると、これかな。マスター・マーラー、世の夫たちがどれほど自分自身をごまかしていたとしても、妻であれば、夫のことは手に取るようにわかるものですわ。ロレンツは何のある男でした。多くの不定を働き、秘密にもしていませんでしたわ。しかし私たちは誰しもキリストの前では欠陥ばかりなのではありませんか。多くの不定を働きって、しかも、秘密にしてない。そうなんだ。じゃあ、バレバレだったってことね。こちらは、エメンタールチーズと小麦パン。
ほう。私は、妻は夫を愛すべきものだと考え、彼を愛していました。でも、友達だったとは言えませんわ。彼の欲望が、このような結末を招いたわけではないと願うばかりです。怨恨というかね。そういう不倫とか不貞を働いた相手に恨まれて、死を招いたっていうことじゃないといいなってことか。実はその点についての答えを自分で探してきたんですよ。ロレンツとはそうやって気に病むほど仲が良かったのですか？動機は個人的なものです。大修道院長と助裁長が状況証拠だけで間違った結論に至らないといいのですが。まあこっちでしょうね。私の師匠、ピエロ修道士は男爵のご遺体のそばにいるところを目撃されたのですが、彼が旦那様を殺したとは思えないのです。そうですね。でも状況はもっと複雑なようです。こっちにしようかな。ピエロ修道士は師匠だったの？彼でなければ誰が？ここ大修道院と町であらゆる可能性が考えられると思います。そうですね。軽率なことは口に出さない方がよろしいでしょう。今のところ何とも言えないからな。まあちょっと今は黙っておこうか。なるほど。まあ、旦那が敵を作ったことはあまり驚くほどではないわ。あの人は率直に意見を言う人だったわ。耳を傾ける人にも、そうでない人にも。前の修道院長であるマティアス神父はそこを高く評価しているようだったわ。今の大修道院長は、もっと保守的ね。的確に見てますね。マティアス神父は寛容な人だったとお聞きしています。神の学者です。ゲルノット神父は亡くなったマティアス神父から困難な財政状況を受け継ぎました。どうしようかな。マティアス神父は確かにね。まあでも、せっかくだからこの、お金のマークついたやつにしましょうか。ゲルノット神父は書き言葉にマティアスほどの情熱はありませんが、その費用は賄っています。そのような立場は誰だって不幸にさせるようね。わかったわ。ロレンツからの大修道院への贈り物をどうするのか知りたいわ。どんな贈り物だったのですか？彼女が話を続けるのを待つ。聞いてみましょう。ゲルノット神父より、旦那と元大修道院長にとっての方が価値のあるもののようでしたわ。あ、これか。穀物ラ油。ハッシングの歴史についての本を見つけたようですの。スキャンダラスなことが書かれていると思っていましたわ。マティアス神父が懸念していたものを裏付けるものだと言っていましたけれど、具体的なものはわかりませんわ。スキャンダルが何に関係しているのか、何か思い当たる節はございますか？奥様はマティアス神父をご存知でしたか？会ったことはないけれど、旦那は彼を高く評価していたわ。ロレンツも美徳と学習欲が高い人だって。これ以上お役に立てなくてごめんなさい。ある程度の教育は受けているけれど、旦那ほどの興味はないの。でも話し方に確かな知性を感じますね。本を見つけられたらその重要性が明らかになるといいわね。神もそれをお望みならば。神妙な顔でうなずいておこう。パッシングにはしばらくご滞在されるご予定ですか？もうすぐボールムスに帰省されますか？多分帰るんでしょうけど、しばらくいませんか？助裁長が旦那の殺人の調査にかかる期間は滞在する予定よ。なるほどね。ここにいると恐怖を感じるけど、急いで帰ることはしないわ。まあそうでしょうね。旦那様、遺体がまだここに残ったまんまだし。よろしければ、理由を聞かせていただけませんか？彼女が話を続けるのを待つ。ちょっと待ちましょうか。あなたは人懐っこい方ね、マスター・ワーラー。すごく話しやすいわ。お、やったね。率直に言って、ボルムスに戻った時に私がどうなるかわからないわ。
私の称号と住居が危険にさらされている可能性もあるし。あら、どういうことでしょう。男爵の妻の立場が危うい何かがあるの？ロレンジと私にはまだ幼い息子がいるわ。法律のことはよくわからないけど、私の地位が危機にさらされていることはわかるわ。あらあら。相続、できないのかしら。奥様、あなたは苦境におられます。あなたの幸福をお祈りしております。すべて丸く収まると思いますよ。これはちょっと楽観的すぎるけど、大変なところを理解してあげましょう。私も祈るわ、マスター・マーラー。長く会話ができずに申し訳ございません。でも、どうやら休憩が必要なようですわ。夕食にお招きくださりありがとう。もちろんです。長い一日をお過ごしでしたから。こっちにしようかな。まだこれからだといいのに心配だわ。お元気で、マスター・マーラー。それに、主人のことを誰が何と言おうと、彼はあなたとの友情に感謝しているはずですわ。ありがとう。寝る。寝る時間だ。それとも図書館に侵入するか。侵入しますよ。じゃあね、レディー・シュロメア。よし。寝る時間。そんな寝る間を惜しんでる暇、なさそうですね。なんか、さっき、週刊の画面が出た時に、残り時間がちらっと出たんでしょうね。1日と17時間だったかな。入れるかな、クロンスター。入れちゃうの？看護室。3次会会議場。見れるのかな？あ、なんだこれ。広い結婚だ。男爵が亡くなる前に残したものだろう。だがどうやって。ああ、これが、頭を鈍器で殴られた時の結婚かな。これは変わらないか。なるほど。もう、男爵とか、その残りの、現場の何か残っていないか、綺麗に消されている。庭、クロイスター、食堂、厨房、地下室。ちょっと畑は今はいいかなって気はするけど、大修道院長の家。いや、これ入るとまずいんじゃない？入っちゃうの？入れちゃうの？大修道院長に見つかったら大変じゃないか。ミラビリスを撫でる。お手。アンドレアスは、動物に味が好かれる。移動手違いか。大修道院長。なんか、不用心じゃない。食堂に入ろう。何もないか。厨房。宿室は入れないか。寮にも行けない。教会。あらー、マチューさんがいる。あーくそ、マチューは修道院の巡回人だ。見つかったら追い出されてしまう。彼が通り過ぎるまで見えないようにしなければ。視力が良くないのはラッキーだったな。なるほど。マチューさんはピン底メガネみたいなのかけてますからね。隠れよう。お。悟りてる。やり過ごしたかな？簡単ですね。では、
この奥は地下シード。と、寮には入れなくて、中央刑事裁判所。あとは制御室。ここは入れないね。じゃあ地下シードに行きましょうか。これなんだ。大修道院の基礎は、ローマ人がこの土地を占領した時に建てられた。キリストの死後、間もないことだった。なんかいろいろあるね、これ。これらの墓所は、大修道院の設立まで何世紀も前に遡る。ビートリッシュ大修道院長。14世紀のヒールサウの権力が大きい時代はとっくに過ぎたのですよ。どういうことだい？乙女と子供の素敵なレリーフ。ここに隠されているのは残念だな。隠されている？なんか、鍵持ってるね。あと、なんかこのブリーチも気になるし。この、ガラス玉じゃないか。そして交換。ちょっとこの鍵みたいなのが気になるけど。あ、色が変わった。やったぞ。ではこれからどうする？わあ、開いた。図書館に入る。これで図書館に行けるのか。なるほど。この階段を登れば、必要な記録が見つかるまで時間がかかるだろう。今引き返さなければ、明日の朝、時間がなくなってしまう。時間がないか。でも図書館には入りましょう。ここまで来たからね。修道女の記録を調べる。これはで、ヘルビス・カンブリエ。なんだい？作家はサロピアのカドファイルス。聞いたことがないな。興味深い。ナギイカダについて書いている。ギリシャでは排尿や排便の改善に使われたそうだ。便秘薬ってことかな。この著者はむくみ解消にも効果があると言っている。経験からそう言っているようだ。大修道院の素晴らしい秘宝。なんだろう、わからないよ、それじゃあ。さて、ここには何もない。あれ、もう何もないのかい？あ、上に行けるんだね。うっすらとこう、上に繋がる道筋があったのか。これは？さあ、何があるかな？わあ、また読めないな、これ。ミステリア・アストラの古文書。私は天文学に関する多くの論文を読んできたが、聞いたことはない。知識があるはずのアンドレアスでも知らないと言ってんのか。星座と元素の関係や錬金術との基本的な関係を説明した初歩的なものに見える。あれなんか左上の元素とかの絵は、一回前に見たことありますね。各星座は4つの元素のうちの1つを司っている。蟹座、誘い座、魚座は水の星座。ヤギ座、大石座、乙女座は土の星座といった具合だ。ここで途切れている。次のページには全く別のことについてだ。シスター・エルミナータはより大きな原点を再構築しようとしてるに違いない。次のページの文脈が劇的に異なることを考えると、この古文書の起源は誤って組み立てられたに違いない。この2ページは十分に面白かったが非常に基本的な内容だった。特に進展がこれはない。こっちにしましょう。この2ページは十分に面白かったが非常に基本的な内容だった。待てよ。フェレンツの暗号の先生術の記号と、ボルベルの4元素の記号の関係だ。あ、思い出してくれました？これは彼が暗号を作成するために参照した原点だろう。面白い。
私がこれを最初に見ていたら、解読するのははるかに簡単だったろうな。なるほど。フェレンツ小修道院長はこれを読んだことがあるんだね。おっとっと。まだあるね。これは何だい？興味深い。ヒストリア・デ・ラベリント・ディブローロム。比喩なのだろう。実際に迷宮を構築するには途方もない量の本が必要だ。ボロンネーゼの教授が、ピードモントのそのような場所について話してくれた気がするな。かなり複雑で非日常的な物語のようだ。どうしようかな。イタリアの知識、これかな？ボロネーゼはイタリアですね。ピードモント。どこだかわかんないけど。これにしてみようかな。正直なところ、信じがたい。あの老人はなかなか話ができる人だった。あや、これだけ？何の話か全然わからなかったじゃない。じゃあさらに上に行きますか。ここには、またあるね。これは期待できそうだ。おなじみのキアサウ修道院のシスター。あ、これかな？わー、なんかいっぱい書いてある。どうしよう。これを読むところから続きやろうかな。一回中断しますね。